愛おしすぎて食べてしまいたい。あなたはそんな感情を抱いたことはありますか？遡ることおよそ12年前の2011年、アメリカテネシー州の都市フェイエットビル。キッチンに立ち、慣れた手つきでフライパンを揺らすその女性は26歳のケイシーさん。ジュージューっと肉の焼ける音と立ち上る湯気のいい香り。彼女は上機嫌に鼻歌を歌いながら出来上がった食事を皿に盛り付けます。さあ、今日のランチはあなたの大好きなハンバーグよ。そう言うとケイシーさんは夫と2人分の料理をテーブルに並べるんですが、食卓についているのは彼女1人だけ。ケイシーさんは自分の分の食事を食べ終えると、もう一方の手つかずの皿も一緒に片付けてしまうんです。食事の時間を終え、小さくため息をついたケイシーさんの表情はどこか悲しげに見えていました。そして同時に彼女は視線の先に捉えたあるものへ手を伸ばします。一口くらいならいいわよね。そう言って何かを口へ運んだケイシーさん。しかし、ひとたび食べ始めると、彼女はその手を止めることができなくなり、次から次へとそれを口へ放り込んでいきます。ケイシーさんがそれほど夢中になって食べているものとは一体。実はそれは彼女がさっき話しかけていた夫だったんです。亡くなった夫を夢中で食べる女性。彼女がそのような異常行動を取るようになった理由とは。そんな彼女の異常行動は依存症となり、自分ではもはや止められなくなってしまったんです。おそす、プレミア配信でコメントいつもしてくれる人、だいたい名前覚えてるよ。ケンちゃんです。ヤミヤミかです。というわけでね、ヤミングさんね、なんか最近 DM 来る話題があってですね、なんかプレミア配信でさ、やっぱめっちゃ仲良くなると、名前呼びたくなるじゃないですか、相手の。なんかその気持ちもわかるし、たまになんか新規の方から入りづらいとかもわかるし、なんかこの時に我々がルール決めてないってすげえ言われるから、でもまあ間違ってこう伝わってほしくなくて、そうね。なんか昔から応援してくれてる人をないがしろにしたいとか一切なくて、ただ新規の人も入りづらいっていうのをどうこうね、他のクリエイターさん含めて両立してるんだろうっていう、このコミュニケーションって変に伝わったら嫌じゃないですか。どんな形であれ、コメントはめっちゃ嬉しいです。僕らがそうやってコメントを見なくなることもないし、皆さんと一緒にね、このね、現状の課題とかも一緒に考えていければ、なんかめっちゃ締めっぽいな、これ。本日ご紹介するのは、とある奇妙な行動を続けているとある女性なんですよ。この女性ね、なんと亡くなった夫のあるものを食べ続けていたんです。またグロいような話？実はね、今回はグロとはちょっと違った文脈なんです。女性は一体どのように、そしてなぜ夫のあるものを食べ続けていたのか。そして彼女が夫を食べるその理由とは。夫を食べ始めた日。遡ること12年前の2011年。今回の舞台はアメリカテネシー州。私は一体どうすればいいでしょうか。その日テレビの画面越しに涙ながらに何かを訴えていたのはケイシーさんという26歳の女性。彼女が出演しているのはアメリカの人気チャンネル TLC が放送するリアリティ番組でした。 TLC は少し変わったライフスタイルを送る様々なアメリカ人を紹介している放送局。例えば2人合わせて450キロ超えの姉妹を追う1000ポンドシスターズ。7人全員が小人症を患う低身長家族を特集したセブンリトル・ジョンストーンズなどの番組が人気を集めているんです。では今回出演したケイシーさんも他の出演者と同じように何か変わったライフスタイルを送っているというんでしょうか。そう、実は彼女はある特殊な依存症を患っており、その悩みを解決したい思いから番組の出演を決めたんです。私は必死に涙を耐えながら自身が置かれた現状を語り始めたケイシーさん。番組の視聴者は固唾を飲んでその様子を見守ります。そして次の瞬間、ケイシーさんは確かにこう言ったんです。私は夫を食べているんです。あまりにも突拍子のないケイシーさんの発言に唖然とするテレビの前の視聴者たち。ケイシーさんと彼女の夫との奇妙な夫婦関係とは一体どのようなものなのでしょうか。ケイシーさんが夫のショーンさんと結婚したのは2009年のこと。愛してるわ、ショーン。ずっとこの幸せが続きますように。幸せをかみしめるようにして夫ショーンさんに身を委ねたケイシーさん。交際期間は10ヶ月と短かったものの、一目見た時からお互いに運命的なものを感じていた2人は何の迷いもなく結婚に踏み切りました。相性抜群の2人はその結婚生活においてもいつもどこへ行くのにも一緒。この時はケイシーさんもショーンさんもそんな幸せな日々がずっと続くものだと信じてやみませんでした。本当に別に恨み持ってるとかでもなく、仲良かった旦那さん食べるって本当どういうことなの？それがね、この後ね、2人の仲を引き裂いてしまうある出来事が起こってしまうんです。
ケイシーさんと夫ショーンさんの結婚から約2年が経った2011年、それはいつものように夫婦が2人寄り添いながらリビングでくつろいでいたその時のことでした。突如激しく咳き込み始めた夫のショーンさん。大丈夫？今水を持ってくるわ。ケイシーさんはそう言うとキッチンまで走るんですが、水を汲んで戻ってきた彼女はショーンさんに明らかな異変が起こっていることに気がつくんです。息ができない。そう、ショーンさんはこの時喘息発作で呼吸困難に陥っていました。妻ケイシーさんはすぐに救急車を手配するんですが、処置は間に合わず、ショーンさんはそのまま搬送先の病院で帰らぬ人となってしまうんです。そんなショーンのいない生活なんて考えられない。夫ショーンさんの亡骸を前に泣き崩れるケイシーさん。この後ケイシーさんが取った思わぬ行動がその後の彼女の人生を大きく狂わせていくことになるんです。まあ大好きな旦那さん目の前でいきなり亡くなっちゃったらそりゃショックよね。でもそれ今から食べちゃうわけでしょ。食べちゃうんですよ。それ捕まっちゃうんじゃないの？ケイシーさん大丈夫？ケイシーさんね、どのようにしてね、夫のショーンさんを食べてしまったんでしょうか。依存症。夫ショーンさんの葬儀の後、帰宅したケイシーさんは何をする気にもなれず、ただただ放心状態となっていました。全部夢だったらいいのに。そうやって何度願っても愛するショーンさんが戻ってくることは二度とありません。そして夫の死を憂いながらも、ケイシーさんはこの時ある一点をじっと見つめていたんです。彼女の視線の先にあったものは夫ショーンさんの位牌。そして次の瞬間、もう我慢できない。ケイシーさんはそうつぶやいたかと思うと、骨壺の中の位牌を食べ出したんです。夫食べてるって、まあ位牌でもちょっと異常だと思うけど、死体を食べてるのかと思ってたけど違うんだね。どちらにしろやばいっすよね。やばいわよ。ただケイシーさんね、そもそもなぜ位牌を食べようと思ったんでしょうか。夫ショーンさんの葬儀当日、ショーン、こんな姿になってついこの間まではあなたはここにいたのに。火葬されたばかりのショーンさんを前に寂しげにつぶやいた妻ケイシーさん。彼の遺体は跡形もなく全て灰となっていました。日本の葬儀の場合、火葬されても骨が形として残るんですが、アメリカの火葬場の温度は1400度以上。骨は残らずにほぼ灰になるケースが多いんです。そしてそれらの位牌をケイシーさんが骨壺に収めようとしたその時、位牌を移すさなか、ケイシーさんの指に夫ショーンさんの位牌が付着してしまいます。この時ケイシーさんは自分の指についたその位牌を見つめながらこんな感情を抱いていました。たとえ灰になったからといって愛するショーンを振り払うことなんて絶対にしたくない。そう思った瞬間、ケイシーさんはすでにその指を口の中へ運んでいたんです。以来ケイシーさんは夫ショーンさんの位牌を食べることが日課となっていきました。美味しい。ケイシーさん曰く、位牌は腐った卵のような味。しかし何度も口にするうち、明らかに美味しいとは思えないその味が逆に癖になっていったというんです。さらに彼を、ショーンを近くに感じるわ。ケイシーさんは位牌を食べることで、まるでショーンさんと一緒にいるような幸福感を得られたというんです。その感覚に支配されるうち、彼女は位牌を食べるのを止められなくなっていったんです。そしてケイシーさんの奇妙な行動は、ただ位牌を食べるだけにはとどまりませんでした。夫ショーンが亡くなって約1ヶ月経った頃のある休日、テネシー州フェイエットビルの映画館にはドレスで着飾った妻ケイシーの姿があった。スクリーンに映し出されたその映画にご満悦の様子のケイシー。そして映画が終わりエンドロールが流れるその中で、彼女は独り言のように話し始めた。面白かった。ずっと見たいって言ってた映画、やっと見に来れたわね、ショーン。そう言いながら自身の隣のシートへ顔を向けたケイシー。しかし一見してそのシートは空席のように見える。ただよく見るとそこには夫ショーンの骨壺が置かれていた。映画を見終わったケイシーさんが運転する車の助手席にはシートベルトをかけられた夫ショーンさんの骨壺が。そう、ショーンさんが亡くなって以来、ケイシーさんはまるで彼とのデートを楽しむかのように骨壺と一緒に外出するようになっていました。食事も毎食2人分を作り、骨壺と一緒に食卓を囲みます。さらに夜は必ず骨壺を抱いた状態でベッドに入り、骨壺にお休みのキスをした後で眠りにつくんです。食べるのが癖になっちゃうだけじゃなくて、もう骨壺が旦那さんの代わりみたいになっちゃってんじゃないか。そうなんです。このケイシーさんの状態って俗にね、クロスアディクションと呼ばれるものだったんです。ここで本日のメトラキーワード、クロスアディクションについて。
クロスアディクションとは複数の依存症が併発している状態のこと。例えばアルコール依存症とギャンブル依存症はいずれもストレスが原因となることが多く、2つ同時に患っている人は珍しくありません。このほか窃盗癖と摂食障害、アルコール依存症とうつ病など精神面に問題を抱えている人が複数の依存症を併発するケースは多々あるんです。位牌を食べる、骨壺と一緒に外出するというケイシーさんの行動はいずれも夫ショーンさんを失った喪失感を原因とする依存症。ケイシーさんはクロスアディクションを引き起こすほど深い喪失感に見舞われていたということなんです。依存症って心の病じゃない。だからそう考えると精神的に病んでる時って複数そうやって患っちゃうこともあるってことね、心の病が。そうなんですよね。そして冒頭でね、ケイシーさんが涙していたように、位牌を食べるこの行為、やめたいとは思っていたんです。実はケイシーさんね、位牌を食べる際に、幸福感と同時にね、ある感情もね、同時に湧き上がっていたんです。依存の代償。夫のショーンさんが亡くなった後、ケイシーさんは1日に5回、6回と位牌を口にするようになっていきました。そのため、他のものを食べる量は極端に減り、彼女の体重は2ヶ月で19キロも落ちてしまったというんです。そして、実はそうやって夢中で位牌を食べる日々で、ケイシーさんが満たされていたのは、彼女が位牌を食べ始めた当初だけのことだったんです。もう、私はどうしてまた位牌を食べるなんて妙なことをしてしまうの。ケイシーはつい先ほどまで自分が食べていたその位牌を前に一人頭を抱えていた。そう、彼女が位牌を食べることで満たされるのは、それを口に入れた一瞬だけの話。しばらくして我に返ると、変人としか思えない自分のその行為に激しい罪悪感が湧いてくるのだ。そしてケイシーにはその自分の癖をめぐり、もう一つ気がかりなことがあった。ショーン、このままじゃ私はあなたを完全に失ってしまう。ポロポロと涙を流しながらそうつぶやいたケイシー。彼女の目の前のその骨壺は火葬場から持ち帰ったその日よりずっと軽くなってしまっていた。ケイシーさんは夫ショーンさんの位牌を食べ続ける日々の中で明らかに異常なその行為に自分で嫌気がさしていました。そして火葬場から持ち帰った当初 2.7 キロあったショーンさんの位牌は2ヶ月で 2.2 キロまで減少。ケイシーさんがそのまま夫ショーンさんの位牌に依存し続ければいつか位牌を食べ尽くし、また耐え難い喪失感に襲われることは目に見えていたんです。止めればいいじゃんって思うけど、それで済むほど簡単な問題じゃないのよね、きっとね。そうなんですよ。もう依存症になってたんで。ただケイシーさんね、この依存症を断ち切るためにアメリカのね、超人気番組 TLC に出演することに決めたんです。私は夫の位牌を食べているんです。テレビの画面越しにそう言い放ったケイシーさん。多くの視聴者を抱える人気番組でその告白をすることは彼女にとって非常に勇気のいる決断でした。それもそのはず、ケイシーさんは夫の位牌を食べるその行為を恥じており、これまでほとんどその事実を人に話したことがなかったから。そしてケイシーさんはこの番組内でいとこのステファニーさんを訪ね、自身が夫の位牌を食べ続けていることを打ち明けました。彼女は大勢の視聴者に怪げな目を向けられることより、自分の身内がその告白を受け入れてくれるかどうかが不安で仕方なかったと言います。しかし、そう、辛かったわね。何か他に話しておきたいことはある？ケイシーさんの不安をよそに真剣な眼差しで話を聞き、ただただ彼女を気遣う言葉をかけ続けたステファニーさん。結果、ケイシーさんのその勇気の行動と彼女の行為を否定せずに受け入れたステファニーさんの反応に多数の視聴者が感動することになったんです。その後、ケイシーさんがどのように暮らしているのかはわからないんですが、一大決心でテレビ出演した彼女の行動が報われる方向に向かっていることを切に願います。